のささやきの朗読やあれは夜中に一人で高速を走っていた時の話だ。仕事が長引いて帰りが深夜になった。眠気を飛ばすためにラジオをつけっぱなしで走っていた。山道に入ったあたりで古いドライブインの看板が見えた。黄色の字に赤文字。電球は半分以上切れていて、店名も途中までしか読めなかった。それでも営業中とだけは分かった。正直腹は減っていた。だが看板の下に立っている建物を見た瞬間、嫌な感じがした。駐車場は広いのに、車は一台も止まっていない。それなのに店内の照明だけが不自然に明るかった。入り口のガラス越しに中が見えた。客席はある。椅子もテーブルも揃っている。ただ誰も座っていない。人の気配がまるでしなかった。それだけならただの古い店だ。だが入り口のドアが少しだけ開いていた。風もないのにゆっくりと揺れていたんだ。その瞬間、理由もなく思った。ここは入っちゃいけない。喉が渇いていたのに体が前に進まなかった。ドアの向こうを見ていると、奥の厨房の暗がりがやけに深く見えた。光があるはずなのに、そこだけ黒く沈んでいる。結局俺は車に戻った。エンジンをかけ、バックミラー越しに店を見た。ドアはさっきよりも大きく開いていた。だが誰かが出てくる気配はなかった。それでも見られている気がして俺はアクセルを踏んだ。しばらく走ってからミラーを確認した。ドライブインはもう見えなかった。代わりに胸の奥に妙な重さだけが残っていた。この時は変な店だったなぁと、それだけで済ませていた。まだこの先で起きることを何も知らなかったからだ。その夜はそのまま何事もなく家に着いた。風呂に入って飯を食っていつも通りに寝た。あのドライブインのことは頭の片隅に追いやられていた。その異変に気づいたのは翌日の昼だった。会社で同僚に何気なく昨夜の話をした。夜中にさ、山道で変なドライブインを見つけてさ。そう言った瞬間、同僚の顔が固まった。冗談を聞いた時の反応ではなかった。どこにあったのかを聞かれ、高速の出口や看板の色、文字が欠けていたことを説明した。すると同僚が低い声でこう言った。
あそこ、もうねえぞ。数年前に火事があって、建物ごと取り壊されたらしい。営業をしているはずがない。そう言われた。俺は笑って否定した。昨夜、確かに見た。明かりもついていたし、入り口も開いていた。同僚はそれ以上何も言わなかった。ただ気まずそうに話題を変えた。その日の帰り道、無性に気になって昨夜と同じルートを通ってみた。まだ明るい時間帯だった。例の看板が立っていた場所に来た。だが何もなかった。看板も建物も駐車場もない。更地になっていて草が伸びているだけだった。俺は車を止めてしばらく立ち尽くした。間違えるはずがない。道もカーブの位置も一致している。足元を見ると草の中に踏み固められた跡があった。それは最近誰かが歩いたような跡だった。背中にじっとりと汗が浮いた。俺は確かにそこに入らなかった。それなのに、まるで来たことを前提に場所が残っているように見えた。俺は車に戻り、エンジンをかけた。ラジオをつけると、昨夜と同じ番組が流れていた。時間帯は全然違うはずなのに、嫌な予感が胸の奥ではっきりと形になり始めていた。その夜俺はほとんど眠れなかった。目を閉じるとあの開いたドアが目に浮かぶ。中に入らなかったはずなのに、中を知っている気がして仕方がなかった。深夜、喉が渇いて起きた。台所へ向かう途中、ふと玄関の方が気になった。理由はない。ただ見なきゃいけない気がしたんだ。玄関の靴箱の前で体が止まった。見覚えのない靴が一足置いてあった。汚れたスニーカー、そこに乾いた泥がこびりついている。俺は一人暮らしだ。誰かを入れた覚えなんてない。俺はしゃがんで靴の裏を見た。そこには草と土が絡みついていた。昼間に見たあの更地と同じ色だった。背中が冷えた。俺はゆっくり靴箱の中を確認した。自分の靴が一足だけ増えている。サイズも形も俺が履いているものと同じだった。その瞬間、はっきりと分かった。俺は入らなかったんじゃない。入って出てきたつもりになっていただけだ。頭の中で明るい店内が完成した。誰もいない客席、奥がやけに暗い厨房、開いたままのドア、
そこで一人分足りない、そんな感覚が胸に落ちた。玄関の靴がいつの間にか俺の靴と同じ向きに並んでいた。それ以来、夜中に目が覚めると玄関の方から椅子を引くような音がする。今もあそこに戻る席はちゃんと残っている。その夜は残業で帰りが遅くなった。時計を見ると午前1時半。腹が減ってどうしようもなくなって、国道沿いのドライブインを探して車を走らせた。その夜は霧が出ていた。ヘッドライトに照らされた白い粒が確かに舞っていた。店の明かりが見えたのはもう参道に入る直前だった。営業中と看板が灯っていた。でもこの時間にやっている店なんて見たことがなかった。中に入ると油の匂いと古い木の床、厨房の奥から湯気が上がり、カウンターには年配の男が一人無言で立っていた。メニューを開こうとしたが、何度めくってもカレーライスしか載っていないんだ。それでいいですか？低い声でそう言われ、俺はしぶしぶうなずいた。湯気の立つカレーがすぐに出てきた。ルーが少し焦げたような香りがして、スプーンを入れると湯気の中で銀色が揺れた。味は驚くほどうまかった。懐かしいというより、前に食べたことがある、そんなような味だった。食べ終わると男がレジにレシートを差し出した。500円です。古いレジの音がとなる。レシートを受け取ったとき、日付の欄が目に入った。平成25年10月2日。今は令和4年だ。一瞬印字ミスかと思った。けれど帰り道に後部座席からカレーの匂いがし続けていたんだ。平日の昼、気になって仕方がなくなった。夜に行ったあのドライブインを明るい時間に見てみたくなった。昼の国道は人も車も多い。霧もなく、あの夜の不気味さはどこにもなかった。だが目的の場所に着いた瞬間、思わずブレーキを踏んだ。そこには何もなかったんだ。いや、正確にはあった。けれどそれは焼け跡だった。黒く焦げたコンクリートの基礎、鉄骨がねじれ、風に錆びた匂いを放っていた。看板の残骸にはかすかにレストラン〇〇と文字が残っている。間違いなく昨日入った店だった。
だが、どう見ても営業どころか建物自体がもう存在していないんだ。俺は近くのガソリンスタンドに寄って店員に聞いてみた。ああ、あそこはね、もうだいぶ前に火事で焼けたんですよ。淡々とした口調だった。夜中にね、厨房から出火したみたいで、亡くなった方もいたらしいんですよ。俺は言葉が出なかった。だって、ポケットの中にまだ昨日のレシートが入っていたんだ。取り出してみると、くしゃくしゃになった紙に、ドライブイン、さくらと印字されている。ガソリンスタンドの男が、それを見て目を細めた。それ、懐かしいなあ。10年以上前のお店ですよ。そう言われた瞬間、指先から汗がにじんだ。確かに俺は昨日あの店に入った。あの男が出したカレーを食べた。湯気の熱もスプーンの重さも覚えている。なのに現実の世界にはあの店はもう存在していなかった。その晩、家に帰っても落ち着かなかった。コンビニの明かりもテレビの音もどこか現実味がなかった。食卓に座り、昨日のことを思い出そうとした。だが、思い返すほどにおかしい。カレーの皿の色も、スプーンの形も、どうしても記憶がはっきりしない。けれど、味だけは覚えていた。あの焦げたような香ばしい味。机の上にレシートを置いた。平成25年10月2日深夜2時13分。印字は消えかけていたが、間違いなく昨日の時間と同じ2時13分だった。嫌な偶然だと思いながら、スマホでドライブイン、さくら、火事と検索した。出てきたのは10年前の地方新聞の記事。深夜2時、ドライブインで火災。店主を含む2名が死亡。日付は平成25年10月2日。手の中でスマホが滑り落ちた。俺が食べた時間とその火事が起きた時間が全く同じだった。胸の奥が冷たくなる。もう一度あのレシートを見ようとした瞬間、テーブルの上にシミができているのに気づいた。レシートの下から油のような茶色い液体がじわりと広がっている。鼻を近づけると、あのカレーと同じ匂いがした。手を引いた瞬間、髪が勝手に裏返った。そこには文字が浮かんでいた。印字ではない。インクがにじむようににじんで現れた文字。そこには、また食べに来てね。
指先が震えた。慌てて立ち上がった拍子に、部屋の隅に置いてあったゴミ袋がかさりと動いた。中を覗くと、昨日捨てたはずのカレーの皿が入っていた。皿の上には焦げたスプーンがまだ温かいままだった。今でもポケットに手を入れるたびにあの感触を思い出す。冷たくて少しざらついた金属の感触だ。あれを拾わなければ多分今も普通に夜のドライブを楽しめていたと思う。あの夜のことは今でもはっきりと覚えている。深夜眠気を飛ばすために意味もなく車を走らせていた。山道に入った頃には辺りは真っ暗で、ラジオの音だけがやけに大きく感じられた。しばらく走ると視界の端にぼんやりとした明かりが見えてきた。古いドライブインだった。看板は色あせ、文字も途中までしか読めない。それでも店内だけは明るく、闇の中に浮いているように見えた。腹が減っていたわけでもない。トイレにも行きたかったわけではない。それなのに俺は自然とブレーキを踏んでいたんだ。駐車場に車を入れると他には一台も止まっていなかった。音が急に消えた気がした。車を降りた瞬間、足元でカチッと乾いた音がした。アスファルトの上に小さな金属の輪が落ちていた。キーホルダーだった。拾い上げると丸い板によくわからないような刻印がある。数字のようにも見えるし、順番を示す印にも見えた。その時、胸の奥がほんの一瞬だけ重くなった。これは拾わない方がいい。そう思ったのに、俺はそれをポケットに入れてしまった。店の入り口を見ると、さっきよりも少しだけ暗くなっている気がした。今思えば、あの時点でもう始まっていたんだと思う。そのまま店には入らず、俺は車に戻った。理由はわからない。ただ、建物に近づきたくなかったんだ。エンジンをかけた瞬間、ポケットの中で金属がぶつかる音がした。走り出してからも、その音は何度も鳴った。カーブに差し掛かるたび、減速するたびに、まるでタイミングを合わせているようだった。俺は気味が悪くなり、信号待ちでポケットから取り出した。キーホルダーの表面に、さっきは気づかなかった細い傷が増えている。線が一本、また一本と並ぶように刻まれていたんだ。その夜、家に着いてからも落ち着かなかった。
玄関の鍵を閉め、机の上にキーホルダーを置いた。しばらくして風もないのに、カチッと音がした。見るとキーホルダーが机の端まで移動をしていた。俺は気のせいだと思い、引き出しにしまって眠りについた。だが夜中に目が覚めたとき、耳元であの金属音がした。枕元を見るとキーホルダーが置かれていたんだ。翌日、知人に何気なく話すと、顔色を変えてこう言われた。あのドライブイン、昔人が帰らなくなった場所だよ。理由はわからない。ただ途中で車を止めた人が何人もいたらしい。俺はその日のうちにあれを処分することに決めた。その日の夜、ゴミ袋にキーホルダーを入れ、可燃ゴミとは別に縛った。念のため袋の口も二重にした。それで終わるはずだった。だが家を出ようとした瞬間、ポケットの中であの音がした。手を入れると指先に冷たい金属の感触があった。さっき捨てたはずのキーホルダーがそこにあった。俺は気味が悪くなり、例のドライブインへ向かうことにした。拾った場所に戻せば終わると思ったんだ。深夜、同じ参道、そして同じ場所。ドライブインはあの夜と同じように店内だけが明るかった。駐車場に車を止めると、不思議なことに白線の中にだけ一台分だけぽっかり空いた場所があった。俺はそこに吸い寄せられるように車を入れてしまった。車を降り、拾った場所にキーホルダーを置いた。すると背後でエンジンが止まる音がした。振り返ると、もう一台知らない車が止まっていた。運転席にいるのは俺と同じ体格をした人間。顔は見えなかった。だがその手には同じキーホルダーが握られていたんだ。その瞬間、はっきりと分かった。あれは落とし物ではない。空いた席の札だった。俺が拾ったから次の順番になった。必死で車に戻り、アクセルを踏んだ。バックミラーにはあの空いた一台分だけの場所がずっと残っていた。今も夜にポケットが重くなる時がある。見なくてもわかる。まだ返しきれていないんだ。夜の国道を走るのが昔から好きだった。仕事帰りによる山間のドライブイン。小さな食堂と自販機だけの誰も気に留めないそんな場所。ただ
そこを通るたびにある違和感があった。そこにはいつも同じ車が止まっているんだ。白い軽ワゴン。ナンバーも窓の汚れ方も毎回全く変わらない。最初は店の従業員かと思ったが、店内の明かりが消えている時間でも、その車だけはずっとそこにあった。深夜2時、霧が濃く、ヘッドライトの先が白く霞む夜。自販機の缶コーヒーを飲みながら、ふとその車を見た。窓ガラスがうっすらと曇っていて、中は見えない。だが、なぜか誰かがこちらを見ている気配がした。エンジンの音もない。でも、まるで息を潜めたような生きた気配が漂っている。気がつけば、手にした缶コーヒーの中身は冷めていた。通り過ぎようとしても視線が離せなかった。あの車はいつからあるんだ。去年の冬も夏の雨の日も確かに見た記憶がある。まるで俺の帰り道を待っているかのように。そう思った瞬間、ドアミラーがわずかに動いた。風もないのにほんの少しだけ角度を変えた。ライトが反射し、鏡面の中に一瞬俺の顔が映った。その顔は笑っていた。反射ではなかった。あれは俺の顔ではない。だって口が動いていたからだ。翌日の昼、どうしても気になってもう一度あのドライブインに行った。夜の印象とは違い、昼の国道は車も多く、どこか現実的だった。けれど、そこにはやはりあの白い軽ワゴンがあった。同じ位置、同じ角度。昨日の霧の中で見た時と全く変わっていない。ただ違ったのは、車体の表面にびっしりとついたホコリ。フロントガラスには何枚もの落ち葉が張り付いていた。つまり、その車は動いていない。少なくとも長い間は誰も乗っていない。俺はゆっくりと近づいてみた。中を覗こうとした瞬間、胸の奥に重い不安が広がる。昨日の夜、窓に映ったあの顔が、ふと脳裏に浮かんだ。あれは自分の反射じゃなかったという確信が離れなかった。助手席側のガラス越しに中を覗いた。そこには灰色に変色したシートと破れたビニール傘、そして運転席のヘッドレストに小さな丸い跡があった。まるで何かが頭を持たせかけたような、そんな形。だが肝心の座席には
何もなかった。埃をかぶったダッシュボードの上に古いレシートが一枚。そこにはドライブインの名前と日付が印字されていた。平成16年。俺は思わず息を飲んだ。もう20年近く前のものだ。なのに印字はくっきりと黒いまま。その時後方でカチンと音がした。振り向くと自販機のライトが一つだけついている。昼間の明るさの中で不自然に輝いていた。缶コーヒーのボタンが一つだけ赤く光っていた。押してもいないのに勝手にランプがついている。そこに印字されていた商品名はおかえりだった。俺はその夜眠れなかった。おかえりと光った自販機の赤いランプがまぶたの裏で点滅を繰り返していた。翌日もう一度だけ確かめようと夕方前にドライブインへ向かった。昼とは打って変わって空気が重く湿っていた。だが車はなかった。昨日まで確かにあったあの白い軽ワゴンが影も形もなかった。置いてあったアスファルトにはタイヤの跡すら残っていない。ただ駐車していたはずの場所の地面が他よりもわずかに黒く濡れて見えた。しゃがみ込むとそこに小さな破片が散らばっていたんだ。白い塗装片のような薄い板状の破片。手に取った瞬間、指先にぬるい感触が残った。それは乾いた血のようなそんな色をしていた。ふと顔を上げると自販機のライトがまた一つだけついていた。昨日と同じおかえりのボタン。しかし近づくとその文字は消えていた。代わりにボタンの透明部分の奥に白いものが浮かんでいた。それは人間の目だった。中からこっちを見ていた。カッと見開いたまま乾いていた。昨日あの車の窓越しに見えた顔と全く同じ目だった。俺は気がつけば足が震えていた。逃げ出そうとして振り返った時、店の裏手、薄い闇の奥に白い車が見えた気がした。エンジンはかかっていない。けれど運転席の窓にははっきりと映っていた。ハンドルを握る俺の姿が。そしてその口がゆっくりと動いた。おかえりと。
この話は何かを見たとか、その場で怖い目にあったとか、そういう話ではない。帰ってから少しずつ分かってきた話なんだ。今でも玄関のドアを閉めるたびに一瞬だけ本当に閉め切れたのかを確認してしまう。あの夜もただのドライブだった。仕事帰り遠回りをして帰ろうと思っただけだ。山道を抜ける途中、古いドライブインが見えた。営業しているようには見えなかったが、建物の中だけぼんやりと明かりが残っていた。入る気はなかった。本当にただ通り過ぎただけなんだ。車内からちらっと建物を見て、そのまま走り去った。止まってもいない。それなのに家に着いてからおかしなことに気づいた。玄関で靴を脱いだとき、靴の底がやけに汚れていた。山道を走っただけだ。車から一歩も降りてはいない。なのに土と草が靴の裏にこびりついていた。俺は不思議に思いながらも風呂に入り、その日は寝た。異変がはっきりと形になったのは翌朝だった。朝、目が覚めてすぐ玄関の方が気になった。理由はわからない。ただ確認しないといけないと思った。靴箱を開けると、昨日脱いだ靴の向きが揃え直されていた。俺はそんな几帳面な性格ではない。疲れていたし、確かに脱ぎっぱなしだった。靴底を見ると汚れは落ちていなかった。乾いた土と細い草が絡みついていた。その日の昼、車を使おうとしてもう一つおかしな点に気づいた。助手席の足元に白い紙が落ちていた。レシートだった。でも見覚えのないレシート。時間は昨夜、俺が家に着いた後の時刻。品名の欄には料理名ではなく数字が一つだけ印字されていた。金額はきっちりと支払い済み。頭の中に昨日見たドライブインが浮かんだ。だが止まってもいないし入ってもいない。そう思い込んでいた場所。俺は気味が悪くなり、その日は早めに帰宅をした。玄関を開けた瞬間、違和感がはっきりした。家の中に誰かがいた気配が残っていたんだ。空気が少しだけよそよそしかった。その夜、玄関に立ったまましばらく動けなかった。靴箱の下に見覚えのない影があった。靴一足分、余計な影だ。俺はゆっくりと数を数えた。靴は自分の分しかない。それなのに影だけが一つ多い。冷蔵庫を開けると中身が微妙に
減っていた。自分が食べた量より少しだけ少ない。風呂場の床も濡れていた。使った覚えなんかない。極めつけは玄関のドアだった。内側から閉めたはずなのに、外から触ったような指の跡がうっすらと残っていたんだ。その形がはっきりわかった。指の数が一つ多かった。そこで全部つながった。俺はドライブインを通り過ぎただけではない。帰ってきたのは俺一人じゃなかった。それ以来、夜玄関の前で靴を揃える音がする。次に揃えられるのは俺の分か、もう一足分か。わからないまま今日もドアを閉めている。あの日、俺たちは4人で山を越えていた。夜通しの釣り帰り。眠気をごまかすために国道を外れ、人気のない峠道を走っていた。時刻は午前1時を過ぎていたと思う。街灯はなく、ヘッドライトの明かりだけが頼りだった。その時、前方にぽつりと光が見えた。遠くに浮かぶような、そんな明かり。近づくと、それはドライブインだった。看板には、レストとだけ書かれていた。こんな山奥に店があるとは思わなかった。だが、中は明るく、窓から漏れる光の中に、テーブルと椅子が整然と並んでいるのが見えた。ちょうどいいじゃん。休もうぜ。誰かがそう言って車を止めた。店の中は暖かかった。BGM が流れ、厨房の奥から油の匂いが漂ってくる。カウンターには老夫婦らしき二人が立っていた。無言で静かに頭を下げる。俺たちは席に着き、それぞれが適当にメニューを指さした。誰も喋らなかった。ただ、妙に心地よい眠気のような空気が流れていた。料理はすぐに出てきた。ハンバーグ、ナポリタン、味噌ラーメン。湯気が立ち、まるで出来たてのように熱い。だが、味は驚くほど普通だった。いや、普通すぎたんだ。一口ごとに懐かしい気分がこみ上げてくる。ふと周りを見渡すと、他の客はいなかった。広い店内に俺たち4人だけ。それなのに奥の方から笑い声がかすかに聞こえてきたんだ。なあ、今聞こえたか？誰も返事をしなかった。それどころか仲間の一人は
スプーンを持ったまま動かなくなっていた。その視線の先、厨房の奥の扉がゆっくりと開いた。そこに立っていたのは、店主と全く同じ顔の誰かだった。誰も声を出さなかった。厨房の奥にいたもう一人の店主は、こっちを見て動かない。その店主の目は黒い穴のように沈んでいた。やがて老夫婦が同時に頭を下げた。その瞬間、BGM が止まった。空気が凍りついたように重くなった。誰かが椅子を倒し、我に返ったように立ち上がった。俺たちは会計もせず、店を飛び出した。外の空気が妙に冷たく、山の向こうからかすかに鳥の声が聞こえていた。ドアを閉めた瞬間、後ろのガラス窓に映った店内は真っ暗だった。さっきまで明るかったのに。まるで一瞬で店そのものが消えたように見えた。俺たちは急いでエンジンをかけ、急いで山道を降りた。誰も口を聞かず、ただタイヤが砂利を噛む音だけが響いていた。15分ほど走って、ようやく街の明かりが見えた。コンビニの駐車場に入ったとき、助手席の仲間が小さくつぶやいた。飯食ってねえよな。振り返ると、後部座席にいた二人も同じ顔をしていた。あの店入ってないだろう。俺は意味がわからなかった。確かに俺たちは食べた。ハンバーグの湯気もナポリタンの匂いもまだ鼻に残っている。だが車内には皿もレシートもない。服の袖にも油の匂いはついていなかった。代わりに足元のマットに黒い土のようなものがこびりついていた。靴底から落ちたのかと思いきや、その土の中に小さな箸の先が埋まっていたんだ。銀色の金属製。ドライブインで使っていたやつと全く同じ。なあと声を出そうとしたが、その時車の後ろからチリンと鈴の音がした。誰も降りていないのに。振り返った窓の外、霧の向こうにぼんやりとレストの看板が光っていた。あの夜のことは誰も話したがらなかった。だがあれから数日後、俺はどうしても気になって再びあの道へ向かった。天気は快晴。昼間の峠道は穏やかで、夜の不気味さなんてみじんもない。だがどれだけ走ってもドライブイン、レストが見つからなかった。看板も建物の跡も何もない。代わりに道の脇に立っていた
古い標識には白いペンキで雑に塗りつぶされた文字が残っていた。レスト。だがアルファベットの E だけが一文字抜けていた。それがやけに生々しかった。車を降りて辺りを見渡す。風の音しか聞こえてこない。なのになぜか鼻の奥にあの店で嗅いだ油の匂いがよみがえってきた。そして気づいた。助手席にコンビニの袋を置いたはずなのに、そこに誰かの手がかかっていた。青白く骨張った手。指が俺の方へとゆっくりと動いた。俺は反射的に顔を向けた。だがそこには誰もいなかった。助手席は空っぽ。シートにだけ黒いシミが残っている。まるで何かが濡れたまま座っていたような跡。息を飲む間もなくスマホが勝手になった。画面には見知らぬ番号。通話を切ろうとしたが、耳に当てた瞬間聞こえた。ごちそうさま。その声はあの店の店主の声だった。慌ててスマホを落とした拍子にカーナビの画面が切り替わった。そこに表示された現在地はありえない場所。ドライブインレスト。そこに赤い点が点滅していた。そしてその下の時刻表示がゆっくりと変わっていく。2時14分、2時15分、2時16分。俺たちがあの店を出た2時17分で止まった。時計の針は今も動かない。それだけが俺が戻ってこれた証拠だと信じている。